こんにちは。こんにちは。おなご体操12月のエクササイズです。はい。木崎さん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今月はどんなことやるんでしょうか。今月は足指の特集をしたいと思います。足指の特集。はい。骨盤体操なのになんで足指のエクササイズやるんでしょうか。はい。足指が動くか動かないかが女性の骨盤にとっても影響を及ぼすからです。もうちょっと詳しく教えてください。はい。まず足指がよく動く、よく開く、よく物をつかめるという状態というのは、足の裏にその影響がいくんです。逆に言うと足指がよく動かないというのは足の裏が使えないと言っていいと思います。なるほど。さあ皆さん、足の裏というのは体の土台になりますね。はい、建物でいうと、床の部分、もっと言うと土台、基礎の部分ですね。はいはい、床ではなく基礎ですね。で、足の裏がうまく使えないということは、その上の足首、膝、そして股関節にまで影響が及びます。はい、建物でいうと土台が歪んでいるので、片方に一部分のが歪みますと、次の土台、次の、階でまた反対側に歪む。でその次の階でまた反対側に歪む。これが足裏、足首、膝、股関節の関係となります。わかりました、結果的に骨盤が常に歪んだ状態で使われてしまう。ということです。はい。そうすると、その足指の状態を見ていると、その方の体の歪み度が分かるというふうに言ってもいいんでしょうか。はい、今日はだから足指を皆さんと動かしてみて、皆さんの骨盤の歪み度チェックしちゃいましょう。わかりました。じゃあ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあまず裸足になるっていうことですね。そうですね。早速ですが足出しますよ。はい、私裸足です。でね、チェックするときに手は後ろについて、体を楽にチェックだからね。肩に力いりません。で、ここで意外に足指動かそうとすると、口に力が入る人がいます。足指だけにお願いをするつもりで、まずはね、パーしてみます。いい？パーの方を先にしてみる。はぁ、で力抜きます。なぜパー先にするかっていうと、先にグーするとつる人多し。なるほど、はい。だからまずストレッチ。どれぐらい開くだろう。結構開きますね。いや、前にも言ったけどヤモリみたいでしょ。ヤモリっぽいですね。これね、実はだんだんこうなってきたんです。私こんな意味ではありませんでした。はい、自分でびっくり。みんなトレーニングしたらこういうふうになるってことですね。ここまでかどうかは別として変わります。わかりました。はい。で、先にパーチェック。パーでどこの指とどこの指が離れていて、どこがくっついているかすごい差があることをまずチェックします。あら、言うこと聞かないわっていう指ですね。パーしてストレッチしたら、まず軽くグーしてみましょう。軽くです。これつらないためです。非常にする人多いです。つらないためにいや、グー結構やりにくいですね。これまだ私本気のグーではございません。そうなんですか。はい、これ軽いグーでございます。はい、本気のグーはグーです。結構根元からいきますね。ここにゴツ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 、手のグーと同じですね。でグーチェック、グーチェック。はい、続いてパーとグーとすぐに反応するかな。まず自分の意思が自分の足にどれだけ伝わるでしょうか。それこそリハビリです。動けグー、動けパー、これがグーパーチェック。はい、意外とやっぱり1秒とか 0.5 秒遅れでしか動かないですね。そうね。初めはそうですね。で、どれぐらい言うことを聞く
果でキープできるか、キープ力も結構大事なので、はい、まあ今日はチェックですから、これ指だけで動かしているのではなくて、細かく言うとこの足の中の、筋を広げている意識があるので、指だけに私ね命令しているのではないんですね。足の例えばグーの時には足の裏にも命令しているの、はいはい、指だけではなくて縮めようという命令をしています、はいはい、それからパーの時には指の先だけに命令しているのではなくて、ここの筋のところ、ここに命令してるんです、なるほどね、つまり扇をね扇子を広げるように、こう広げるつもりのここに命令してます。なるほどね。そうすると開くようになります。木崎さん、私の場合は、パーはまあまあできたんですけども、グーがあんまりやりづらいっていうか難しかったんですね。これってどういうことなんでしょうか。これは筋肉のバランスですね。表と裏がありますから、先ほどのようにバランスというのは全部つながりがあるので、裏が縮みにくいというのは測定筋を縮めにくい、伸ばすのは得意なんだけど、縮めるのが不得意、もしくはこちらが硬いんですね。引っ張られますから、で意外と体の前が硬いので縮めにくい、引っ張られにくい、全体をね個々で見ずにつなげてみてあげると不安がなくなるかなと思いますよ。つまりすねの柔軟性がちょっと不足してるってことなんですかね。こっちがしにくいところです。だからおそらくカメラさん正座苦手でしょう。苦手です、はい、正座が苦手な方はここが伸びないからです。なるほどね。そうするとグーしにくいですね。はい、わかりました。逆にパーしにくい方っていうのはどういうことなんですか。パーしにくい方はね結構女性に多いんですけど、細い靴を履き慣れている方やストッキングを毎日履いていて足同士が常にくっついてしまっている状態が長い方が多いんですね。でこういう方はほぼ冷えてます。そうなんだ。ほぼ間違いなく冷えてます。よく着圧的な靴下を履いて最近はねいいものも出てきたんですが、つま先まで狭めてしまう靴下を履いているとむくみ防止で履いているものが冷えを助長するということもよく起こりますので、足指はよくパーができる状態を保つ方法としては家に帰ったら靴下を脱ぐしかないですね。そうなんですか。はい、履かないわけにいかないので。わかりました。じゃあ足指がちゃんと動いてないっていうことは、そのまま冷えにもつながっちゃうっていうことなんですね。足指動いてない方は冷えていると言ってしまっていいと思います。わかりました。じゃあ大変ですね。足指動かないっていうことはつまり冷えたりむくんだりしやすくて、体も歪みやすい。そういういいことないですね。いいことないですね。だからよく私もスタジオの会員さんに言うんだけど、足指笑うもの足指に泣く。もう本当に足指笑っておざなりにしておいて小指の角をタンスにぶつけた時しかこの野郎って思い出さないような状態だと結構痛い思いしますよっていう方本当に多いんです。足指あんまり気にしないですね。確かにね、ぶつけた時にしか思い出さない。わかりました。じゃあその足指を今月は重点的にエクササイズしていくと、そういうことですね。そうですね。チョキもやってみてね。わかりました。チョキもやってみてね。でじゃあ今日はこのグッパが、うまくできなかった方は、残念ながらちょっと体のどっかに注意報出てますね。歪みが、ある可能性が高いということですね。でも大丈夫ですよ。必ず変わります。私にもきっかけがありました。わかりました。じゃあ次回は、エクササイズの方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。